今日一日回りました。日本車旧車集会にもういい車がありすぎて、たった5台に絞るっていうのは非常に難しいことです。本当に難しいです。全部好きです。全てはかっこいいです。それぞれの車の中には、それぞれのメーカーの中にも素晴らしい車はいっぱいある中で、でもたった5台だけの車に絞ってみました。反対する人もいるんだろうし、あんまりスティーブさんなんだっていうのも、なぜあの車入ってないのかっていうのもあるかもしれないんだけど、あくまでもスティーブ的視点の目線で自分の視点からトップ5の車を紹介したいと思います。別に順番がないですよ。ただこんなに数百台の中の素晴らしい車の中で一番自分が気に入った5台だけの車のことになります。その中の最初の1台目のすげえなと思った車はこちらにある白い Z です。これは1988年の、300ZX。俺は知らなかったことは今日非常に勉強になりました。これは白 Z として売られた、アメリカでも宣伝とかはされた車です。白い車に内装がグレーとか黒とかってこういうデザイン。白が売りだったんです。白という言葉、ホワイトというのはその一つの売り方だったらしいんです。たった1000台前後しか作られてないそうです。そして車にこれはこれターボ車ってもちろん軽くすることが目標だったのようです。シートがレカロのレーシングシートは軽いからこういうレーシングタイプのシートが純正標準でもついたものです。そしてすごいなと思うのはこのメーター、これも知らなかったんだけど、この時代もあれなんですよね、デジタルの時代なのにアナログのメーターが入ってるというのは、これも重量を減らすために軽くするためのメーターはこれにしたらしいです。そういえば240キロまでのメーターっていうのはまたすごいよな。145マイルのメーターがすごいです。 T トップがある、白である、中がグレーである、かっこいい 300Z。 ホイールもこれは純正なのか純正じゃないと思うので変えられてると思うんですが、すごい珍しい、かっこいい。俺もこれ見て今日勉強になった。5台のうちの1台目、この、方の 300ZX の白バージョンです。かっけー。2台目に、また順番は関係ないので、トップ5の中に入るのはこのマツダのところの中にある1台の車です。すんげえ車。程度も今までもう新車より綺麗かもしれない。そして新車とほぼ変わらない走行距離から行くと3、2、1、すんげーマツダ RX-7FC です。このターボ車の FC、 この車両が完璧に近い、新車とほぼ変わらない、もう天気がピカピカ、そして何よりも2700か800マイルしか走ってない、4000キロぐらいしかないもう車両なんですよ。他にはどこにもありません。この車のペンキ、この車のホイール、そしてターボ車である。そしてやっぱり日本車旧車周回チームにもベストマツダ1位、これは1位として選ばれた。スティーブ的視点に影響されたかなやっぱりいいものはいいですってみんな分かります。この車の程度、この車の内装のシートも、シートベルト、ダッシュ、匂い、当時の日本の匂いがまだ残ってるのはすごい。錆びてないサンルーフ、ガラスに傷がない、このウィングがもう完璧すぎる。 FC3S の RX-7 です。これ車を見て興奮するしかありません。本当に当時の時の新車というのはこのままだったっていうのは見てすげえ車です。これはトップ5に入るべきな車です。やっぱりもうこの何百台何千台の中でトップ5を選ぶのが難しいところあります。非常に難しいんで、いろんなメーカーのものの中でももちろんすごいいい車が多い中では
松田ロータリーファンのスティーブとしてロータリーは2台入っちゃうのかな RX7 はさっき RX7 の FC 次はもうちょっと古い RX3 かな3といえば3、2、1すげー車両ですこれは RX7FC かっこいい3ローターの車両がこの1台しかないと思います1、2、3、3ローターのエンジン2オーバーフェンダーワイドボディの RX3 このホイールこのオーバーフェンダーこのペンキこのグリーンに黒黄色の見た目がすごくいいと思いますこの車めちゃくちゃ気に入りました内装もかっこいいんでレースカー仕様になっているかっこいいものですバケットシートにもう全部あとアルミとロールケージそして後ろの窓がないのはまたすごくいいレースカーの雰囲気ただ一般道で多分走っている車だと思うのでこの車がめちゃくちゃかっこいいと思いますこういうところも黒に書いてるのはレンズも綺麗にレストアしているのはこういう英語の書いてあることと RE12 のロータリーサインでかっこいいよそしてマフラー2つがでっかいのがついてるのはなかなかかっこいい味わってるこれ唯一この1台しかないようなロータリーでこれはトップ5に入れるしかないですねこの車両めっちゃ気に入りましたこれはエンジン聞いたらもっとありがたいんだよね3ローターの音がパッ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 どんな音するのはめっちゃ多分すごくいい音になると思ういい車両ですかっこいいです気に入りましたかっこいいよじゃあ写真お願いしますじゃあ続きますトップ5の何台目なのかなもう数えれなくなってしまったんでフラフラででもねいい車がまだ残ってます次はトヨタの方に来ましたトヨタの中でまあトヨタと呼んでもいいと思うんだけど中身のちょっと違う改造された大昔の60年代のトヨタにあるっていうとわかりましたでしょうか ?3、2、1ビッグマイクさんのはやぶさ仕様のパプリカですすげえ Good timing man 見てこのエンジンと昔この車は2キットのエンジンしか積んでなかったって Well, how much is the original CCs of the original engine of this car? The original motor? The two-cylinder motor 800cc. 800cc two-cylinder motorで代わりにはやぶさのエンジンはやぶさのミッションはやぶさのダッシュのでも外から見るとトヨタのパブリカめったに見ないアメリカで俺は多分見たことない車だと思います中身もいいしこのシートハイバケットのレーシングシートもいいしダッシュのはやぶさのダッシュもあるめちゃくちゃ速い300数十馬力にある昔の日本車旧車です見ない日本車旧車ですデザインもいいし色もいいしこの真ん中にあるオレンジか赤のストライプも最高そしてはやぶさの燃料タンク以外にも純正の燃料タンクがあってここに入れた燃料がここにも入るなくなってくるとここにも直接入れられるここがなくなってくるとここからこの中に入ってまた満タンの状態がそのまま続くということですかっこいいテールのランプサードランプってブレーキランプトーフックマフラーいいよねこういうところでこの、トランクルームが閉めるベルトいいな素晴らしい車ですまたこの1台しかないこの中でビッグマイクさんはかっこいいこの車を持ってこだわって作って改造して持ってきてあとこういうところめちゃくちゃいいよねベントウィンドウで全部が出てくるのはいいなビッグマイク Oh he's a famous guy すげえいい車 I love it one of the best cars here today no question about it one of the nicest guys in the community right here too a good man I love it thank you so much Thank you, Steve. You know, I know the show is just about over and they're probably going to be telling people to get their cars out. Yeah.
you don't think you want to just warm this up for a second before they ask you to leave, do you? I think they have to give us the message. You have to get the first. message. Oh man, my message doesn't work that good here in LA anymore. You see, if I was in Texas, I'd have you start it up. I take the blame. Here in California, I ain't gonna. They might throw me in prison. Next time, I look forward to hearing this thing, man. Fantastic car. Yep. Really, thanks for sharing it with Thank everybody. you. Appreciate you. Thumbs up, bro. 本当にすごい1971年か2年式として進んでたトヨタがあります。それは俺の右側にある車なんで3、2、1すげートヨタクラウンです。このトヨタクラウンがもちろん他のクラウンは発見したことはありますが、まさかトランクルームに冷蔵庫のある1970何年だったっけ3年式か4年式のトヨタクラウン、フォアドアであること、このデザイン、レース、黒のこうもう感じ、ペインキー、ロゴ、バッジ、ここにはガソリンドアがあるかな？ありますね。あります。ダッシュレーサー100、これ燃料タンク、ロッキングガスタンクキャップ、冷蔵庫がトランクルームにあったこと、テールランプのデザイン、そしてこのホイールはすごくいい。そして中にあるこの内装、ドア、シートの針のこの生地とデザインと全てはすごくいい車です。で、なぜ71年この年式のクラウンは好きなのかというと、このクジラ、ナマズにも見えるんだよね、ここは。でもクジラだよね。ナマズクラウンじゃないんだよね。クジラクラウンです。これのアフターでつけたライトもすごくいい。そしてグリルが見れば見るほど俺のグロリアに似ているところもあるからこそ、すごい気に入ったトヨタの、古いもう旧車ですね。かっこいい。もう息できない。声も出ない。疲れてこれから1時間の道で帰らなきゃいけないホテルまで。でも1年分の元気をもらえた。楽しい。この1日の楽しさはもう1年でも来年まで持つのかな。なんか持つような気がする。すごい楽しかった。友達に昔からの友達と新しくできた友達ももういっぱい今日できたので楽しい一日でした。チャンネル登録よろしくお願いします。なるべく楽しいポジティブなサムズアップ的な前向きな日々前進的なコンテンツをお届け、したくて、本当に見て、くださって感謝、しております、皆さんよろしくお願いします。これからもチャンネル登録といいねを入れてくださいね。よろしくお願いします。ではまた、来年は18回目の、日本車旧車集会 in ロサンゼルスに必ず来ますので、見ててね。よろしくお願いします。それよりも現地でお会いしませんか？ぜひアメリカにいらしてください。お待ちしております。よろしくお願いします。ではまた来年まで。来年このイベントは来年まで。スティーブ的の次のリリースは明後日ぐらいかな。ぜひ見ててくださいね。よろしくお願いします。失礼します。